はいどうも、Age of 3DP の宇野健です。今回は、新生 3D 生成 AI ニューラル 4D の特徴はということでやっていきたいと思います。テキストや画像から立体データを生成する 3D 生成 AI。手間のかかるモデリングを AI の力であっという間に生成してくれるツールということで、ゲームや CG、そして 3D プリンターのモデリング用途として急成長を遂げております。今回紹介するのは本チャンネル初登場の新生ニューラル 4D。ごく最近一般ユーザー向けに展開された注目の新サービスということで、今回いろいろな 3D 生成をやってまいりました。テキストから 3D、画像から 3D といった標準的な生成フローでのチェックはもちろんのこと、この動画ではニューラル 4D には一体どんな特徴があるのか、他のサービスとどこが違うのか、そのあたりも重視しながら紹介していきたいと思います。ニューラル 4D はいろいろな機能があるサービスで、他の 3D 生成 AI ではあまり見られない必見の機能も。最新の AI サービスに興味があるという方はもちろんのこと、いろいろな 3D 生成サービスがあって追いつくのが難しいと感じている方まで、ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは家庭用 3D プリンターのレビュー動画やお得なセール情報、3D モデリングツール、スライソフトの解説など 3D プリンターにまつわる幅広いテーマに関する動画を公開しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録して、この動画を見終わった後には他の動画もチェックしてみてください。はい、それでは早速中身に入っていきましょう。まずはですね、このニューラル 4D を使ってできることや注目すべき特徴についてさらっておきたいと思います。こちらがニューラル 4D のホーム画面。ニューラル 4D スタジオ 2.5 という総合的な AI3D プラットフォームになっています。ここでは画像から 3D やテキストから 3D という標準的な 3D 生成ツールに加え、ニューラル 4D2O と呼ばれるマルチモーダル対話型編集機能なんかも用意されています。また今回はあまり触れませんが、 VTuber やアニメ開発者向けの 3D キャラクターモデリングツール、アニメアートや画像生成機能、動画生成機能なんかも用意されています。 3D 生成 AI ツールに画像生成が組み込まれていることは多いですが、アニメアバターの生成機能や動画生成機能まで盛り込まれているのはちょっと珍しいですよね。 3D 生成ツールも本格的に使っていこうとすると月額課金をしていくことになりますが、 3D だけでなく動画とかの生成にも使えると思えば、生成に要するポイントを効率的に使っていけそうですよね。とはいえ重要なのは 3D 生成の品質や生成にかかる時間、そして他のツールにはない独自の機能や使い勝手と、そういったところでしょう。ここからは標準的な生成フローであるテキストからの 3D 生成と画像からの 3D 生成を実行してみたいと思います。まずはテキスト to 3D ですね。プロンプトに生成したいモデルについて説明する文章を入れてあげましょう。ニューラル 4D は日本語にも対応しています。いくつか見てみましょうか。まずはこちらのプロンプトで T 字型のハンドルレンチを生成してみたいと思います。生成をクリックすると推定時間2分という表示とともに生成が始まります。ただ私が実行した時は混雑していたのか10分程度の時間がかかりました。このあたりは状況によって変わってくるのかもしれません。生成結果がこちら。色の指定や滑り止めを施すといった細かい指定もほとんどしっかり反映されているようです。どんどん見ていきましょう。こちらはヒューマノイドロボットの胸像。テクスチャーをオフにしたソリッドの状態でもかなり詳細な立体形状が得られました。こちらは石の台座に止まっているファンタジー風のガーゴイルの彫像というプロンプトからの生成結果。台座のひび割れや筋肉質な構造、コウモリの薄い羽といった記述も漏れなく取り入れてくれました。続いては一枚板の湾曲した合板フレームとダークレザーのクッションを備えたラウンジチェアというプロンプトで生成。まさにそれそのものといったデザインの北欧風ラウンジチェアが生成されました。こちらはボロノイパターンの球体ランプシェード。 3D プリントして即使えそうなクオリティですね。ここで一つニューラル 4D のちょっとだけユニークなポイント。左下の生成ボタンの一つ上のところに数字の1から4の選択肢があります。これは同時に生成するモデルの個数。もちろん個数の分だけポイントが消費されますが、同じプロンプトから同時に複数パターンのモデルが生成可能。生成後になんか違うなと思って生成し直すのって結構時間がかかりますよね。それが面倒な時にはあらかじめ複数生成してしまうという選択肢がニューラル 4D には用意されています。こちらは5つの連結された歯車のアセンブリー。生成個数を4にしていたので、同じプロンプトを元にしたモデルが4つ右のアセットの欄に表示されていますね。テキスト to 3D は言葉によって求める立体形状を表現することになるので、自分のイメージが必ずしも正確に生成されるとは限りません。
これだったら例えば5枚の歯車の位置の指定まではしていませんからね。そういった時には複数個の同時生成をしておいて、自分のイメージに近いモデルを選んで使用するというのも便利な場合があるでしょう。今回の生成結果に関しては細かく見ると歯車はうまく噛み合ってくれませんでした。この辺りは今後のアップデートにおいて正確さの向上を期待したい部分ですね。さて、続いてはより自分のイメージを立体化させやすいであろう画像からの 3D 生成、イメージ to 3D を試していきたいと思います。入力としての画像はあらかじめ自分の好きなものを用意しておくこともできますし、このニューラル 4D 上で生成することも可能です。画像生成のモデルは現状 GPT イメージ通貨ナノバナナプロを選べるようですね。プロンプトを打ち込んでアスペクト比と枚数を選択し生成を実行。鉢に植えられた観葉植物というプロンプトで生成してみました。1分ほどで想像通りの観葉植物の画像が生成されました。生成した画像にマウスオーバーするとそのまま 3D 生成の画面に進めます。 3D 生成の結果はこちらで、テキストから画像、画像から 3D へとステップを踏んで生成することができました。単純にテキストから 3D 生成するよりも、一度自分の意図を画像にしてから生成することでイメージに近い生成ができますよね。他にもいくつかイメージ to 3D の生成を見ていきます。こちらはおなじみの 3D プリンターバンブーラボの A1 ミニ。これを入力に使って生成した結果がこちら。正面画像だけの入力にもかかわらず、なかなか本物に近い立体化ができていますよね。ニューラル 4D は Direct3D S2 というアーキテクチャを搭載していて、これが単一画像から隠れたジオメトリを推論するのに長けているとのこと。この結果を見るとその実力はなかなか高いようですね。続いては生き物ラブラドールレトリーバーの画像ではどうでしょうか。生成結果がこちら。正面の形状は体毛のふさふさ感がちょっとだけ強い気もしますが、かなり良さそうですね。一方、横から背中側にかけてはふさふさ感がなくなっていきますね。これは実際のラブラドールの背中を推論した結果なのかもしれません。さて、ここからが面白いところです。ニューラル 4D を使ってみて、ここは独特だな、他の類似ツールではあまり見られないなと感じた機能を使って、生成から 3D プリントまでの実際の流れを見ていきたいと思います。特に紹介したいのが冒頭で触れた対話型編集機能を持つ Neural4D2O です。簡単に言えば AI とチャットしながら 3D モデルを編集できるツールなんですね。2O の左側はチャット GPT とかでおなじみのチャット型 AI のようなもの。まずは犬のフィギュアというシンプルなプロンプトを送ってみました。もちろん最近のチャット GPT とかのようなただテキストのやり取りをする AI ではないので、生成には時間がかかります。数分待つとまだ仮生成の段階ですが、このような犬の 3D 形状が現れました。そこからまだブラッシュアップの過程があるようで、この段階ではユーザーが 3D モデルを触ることはできません。またこのツールはまだアルファ版ということもあってテスト段階といった位置づけ。たまにエラーが出るケースもあって、ここではもう一度タスクを送信してくださいという表示が出てやり直しになってしまいました。気を取り直して今度は柴犬にしてというテキストを送信すると、途中で仮生成の画像が現れ、さらに待つこと数分。ついに生成が完了し、画像をクリックすると右側の画面に生成された 3D モデルが現れました。テクスチャーやその形状自体の解像度は少し低い印象がありますが、これは対話型編集を実現する都合なのかもしれません。何はともあれ、初めの一歩としての柴犬さんが無事生成されました。さて、ここからが本番です。表情を変えてとお願いするチャットを送信してみました。数分待つと生成が完了し、このようににっこりとした笑顔に表情が変わりました。一度生成したモデルをベースにチャットを送信するだけで編集ができてしまうのは面白い機能ですよね。どんどん編集していきましょう。今度は後ろ足で立ち上がった姿勢にしてというチャットを投げてみました。これまた待つこと数分。このように立ち上がった笑顔の柴犬さんが生成されました。一度生成したモデルをテキストベースで修正できるのはただただ楽しいですね。続いて猫に変えてというチャットを送ってみました。その結果がこちら。しっかり猫になっていますね。体の色とか全体の雰囲気はそのままに、犬らしく突き出ていた鼻のあたりが少し引っ込んで猫っぽいヒゲも生えています。尻尾も細長くなりましたね。さて、もう一つ面白い機能を持つ Neural4D2O。それがマルチモーダルでテキストだけでなく画像もチャット入力に使うことが可能です。
今回はこちらの帽子の画像を添えて、この帽子をかぶせてというテキストとともにチャットを送信。そしてまた数分待機すると、このように送信した写真が立体化され、テキストの指示通り先ほどの猫がこれをかぶった状態で姿を現しました。これはすごいですね。テキストと画像を使った指示をもとに 3D モデルを編集してくれる 2O。 対話型でかつマルチモーダルの生成ツールは珍しいので、これだけでもニューラル 4D を使ってみる価値があるのではないでしょうか。このモデルを 3D プリントに使いたいので、帽子の細かい模様を消してもらおうと思います。ついでに元の犬に戻してもらおうとしたのですが、生成結果はこの通り。帽子の模様は消えましたが、その姿は猫のままでした。複数の修正を一度に実行するのはまだ難しいのかもしれませんね。そんなわけで、この帽子をかぶった猫モデルを 3D プリントしてみたいと思います。右下のダウンロードボタンをクリックして、テクスチャー付きモデルを OBJ 形式でダウンロード。バンブースタジオで左上のファイル、インポートからダウンロードした OBJ ファイルを取り込みます。ちょっと細かい話ですが、最近のアップデートでバンブースタジオは頂点カラー付きではない OBJ ファイルでも、そのテクスチャーをマルチカラーペイントに変換できるようになりました。テクスチャーを反映した帽子猫モデルがこちら。変換結果は完璧ではない場合も多いので、ユーザー側でちょっと手直ししてあげるとマルチカラーペイントがやりやすくなるでしょう。滲んでいた色を整えて配色をシンプルにしてみました。そうしたらこれをスライスして 3D プリンターに送信。バンブーラボ H2 シート6色の PLA フィラメントを使ってプリントしてみました。完成したものがこちら。帽子のサポートで隠れた猫さん登場。生成した 3D モデルがほとんどそっくりそのまま実際に手に取れるフィギュアになりました。フィラメントはパンクロマ PLA サテンと PLA マットを中心に使ったのですが、このオレンジの発色がめちゃめちゃ綺麗ですね。対話しながら 3D モデルを生成、修正し 3D プリンターでマルチカラープリント。まだ発展途上とはいえ、生成結果に対して画像も使ってアイデアを付け加えていける 2O の生成機能は非常に魅力的だなと感じました。さて最後にもう一つだけニューラル 4D の便利なポイントを活用して 3D プリントをしてみたいと思います。こちらは複数の視点から見た画像を使った 3D 生成機能。前後左右の4枚を使った機能は他のツールでもよく見かけますが、ニューラル 4D ではさらに上下の視点も加えた計6枚の画像を入力することが可能です。今回はこちらのロボット画像の6面図を使って生成を実行。生成結果はこんな感じで、一部のテクスチャーは完全一致ではないものの、元画像から想像される立体形状がほぼ完璧に生成されました。前後左右の4視点までのマルチビュー生成だと、たまに上から見た視点や下から見た視点で違和感を感じることがありましたが、ニューラル 4D の6視点マルチビューであればそんな違和感もありません。こちらのロボットもマルチカラー 3D プリントすべく、右側の生成結果のところからダウンロード。テクスチャー付き OBJ ファイルを選択ですね。ここからの手順も同様で、 OBJ ファイルをバンブスタジオにインポートすると、テクスチャーのペイント変換機能が自動で走ります。色の数も調整できて、今回は4色くらいがいい感じ。これで決定してモデルの向きやサイズを調整します。このままプリントしてしまってもいいのですが、今回は4色でプリントできそうなので、ツールチェンジャータイプのスナップメーカー U1 でプリントしてみたいと思います。ちなみにここまで実行した OBJ ファイルのインポートからのテクスチャー変換はまだスナップメーカーオルカの方で対応していないようです。今見てきたようにバンブースタジオでの変換を挟んでからこちらのスライスソフトで開く必要がありますね。それでは U1 に送信してプリントしていきましょう。完成したものがこちら。これまた元の6面図から想像していた期待通りのフィギュアが完成したようですね。6視点の画像を使うことで画像からの 3D 生成がより正確に、身の回りのものを上下左右、そして前後から写真を撮って簡単かつ正確に 3D データ化、そして 3D プリントするような用途にも使えそうです。もちろん寸法まで正確にというわけではありませんが、そこまでの精度はいらないという場合には高価な 3D スキャナーを買って手間のかかるスキャニングを行わずともニューラル 4D で代替できてしまうかもしれませんね。はい、というわけで今回は新生 3D 生成 AI ニューラル 4D の特徴はということで、その注目機能を中心に実際に使ってみた様子をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。 3D 生成の基本的な能力は申し分ありませんし、個人的には後半で紹介した対話型の編集機能ニューラル 4D2O や6視点からのマルチビュー機能に魅力を感じましたね。
特に 2O のように生成結果を対話的に編集できる機能は今後ますますアップデートされるでしょう。現時点では生成速度が遅かったり、解像度が通常の生成に比べると荒かったりといったトレードオフもあるのですが、きっと数ヶ月後にはより使い勝手が向上していることでしょう。そんな注目のニューラル 4D については今後も定期的にチェックしてアップデートをお届けしたいと思っております。ぜひチャンネル登録の上、楽しみにお待ちいただければと思います。そして最新の AI ツールはやはりご自身の手で触ってみてほしいです。この動画を見てニューラル 4D に興味を持ったという方はですね、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、この動画があなたの 3D プリンターライフのお役に立てれば幸いです。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。家庭用 3D プリンターにまつわる最新情報は X でも発信しております。フォローしておけばあなたも最新の 3D プリンター情報をタイムリーにゲットできますので、ぜひフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。